地球の皆さんこんにちは。今日はウルトラマンパワード最強怪獣ランキングトップ5です。いつもはトップ10なんですけど、パワードは話数が少ないですので今回はトップ5です。評価基準はいつも通りこちらのルールにのっとって、人気知名度は度外視で純粋な強さのみで順位をつけました。それでは順位発表の前に紹介したいやつが1体いまして、それが宇宙忍者サイコバルタン星人。バルタン星人ランキングには入れたんですけど、今回は除外することにしました。なぜかというと、今回順位を考えるにあたってこのサイコバルタン星人は圧倒的情報不足なんですよね。ラスボス怪獣を含めて念動波で怪獣を操ることができるというチートじみた能力があることは分かっているんですけど、それ以外の攻撃力とか防御力とか耐久力は戦闘シーンがないので一切不明なんですよね。だから順位のつけようがないというか、怪獣を操る時もどうやって操るのか分かってないですし、一瞬で操れるなら強いんですけど時間がかかるんだったらそんな強くないので、今回はデータ不足でランキング対象外とさせてください。本当は1位でもいいんですけどね。それでは今度こそ順位発表です。どうぞ。5位は第5話に登場したウラン怪獣パワードガボラ。背中には結晶化したウランが付着していて、下手に攻撃してしまうと核爆発を引き起こしてしまうことに加えて、全身から電磁波を放っているので通信やレーダーに支障をきたすので攻撃ができません。それに加えてウルトラマンパワードを相手に近接戦で優位に立ってパワーで抑え込むほどの戦闘力とフィジカルがあります。ウィナーの隊員のアナログでピンポイントに狙撃するという神業に助けられなければ、パワードはどうなっていたかわからないほどの強さと危険性を秘めたパワードガボラが5位にランクイン。4位は第6話に登場した生成怪獣パワードジャミラ。あの悲劇で有名なジャミラのパワード版で、こちらも負けず劣らず気の毒な怪獣でした。しかし戦闘力は非常に高くて、ウルトラマンパワードとの近接戦闘では互角以上に戦ってパワードを苦戦させました。人間だった頃の娘の心の叫びに反応して戦うのをやめなければ、パワード相手に十分ワンチャンありました。戦闘力がどうとかよりも、日米のウルトラマンでのジャミラのエピソードの違いを見てほしい気持ちになったパワードジャミラが4位にランクイン。3位は第7話に登場した灼熱怪獣パワードザンボラ。超高熱を帯びた怪獣で、パワードザンボラの周りの気温は常に400度から600度まで跳ね上がるので、歩いた場所や触れた場所は全て焼き尽くされます。攻撃をしようにもミサイルはパワードザンボラに当たる前に蒸発してしまって、レーザー光線もパワードザンボラの高熱によって大気が歪んでいるので当てることができません。ウルトラマンパワードのメガスペシウム光線さえも通用しないほどの鉄壁の守りと、その場にいるだけである意味攻撃になるので、攻守ともにハイレベルな怪獣です。パワードとの対決が衝撃の結果になったパワードザンボラーが3位にランクイン。2位は第12話13話に登場した宇宙恐竜パワードゼットン。ウルトラマンパワードの事実上のラスボス怪獣で、ゼットンという名の通り圧倒的な強さを誇っています。他の怪獣を使ってサイコバルタン星人がウルトラマンパワードのデータを収集して、そのデータをもとに対パワード用に行動してくるので、メガスペシウム光線を跳ね返してパワードスラッシュを普通に無効化して、体術でも圧倒してパワードの攻撃は全くと言ってもいいほど通用しません。一つ前の戦いでパワードが消耗していたとはいえ、圧倒的な戦闘力で一時はパワードをボコボコにして絶望的な強さを見せつけたパワードゼットンが2位にランクイン。1位は第12話に登場した水星怪獣パワードドラゴン。ミサイルはおろかメガスペシウム光線ですら全くダメージが通らないほどガチガチな体を持っています。それに加えて両手にある鎌でパワードレッドキングを瞬殺して、パワードにも大ダメージを与えて、そのエネルギーのほとんどを消耗させました。それほどの攻撃力を持ちながらメガスペシウム光線やパワードボムをフル無視できるほどの防御力と耐久力を持っていて、ウルトラマンパワードを一度退けました。
パワードゼットンとほとんど同じくらいの戦闘力でどっちを1位にするか非常に迷ったんですけど、ゼットン戦とドラコ戦でのパワードの消耗具合とか、ドラコはパワード対策なしでゼットンはありだったことなども考慮してパワードドラコを1位にしました。こんなに強い1位と2位の怪獣を駒として使っていたサイコバルタン星人の強キャラが半端ないんですけど、戦闘シーンが少なすぎました。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではさよなら。